パパッと、簡単な作り方をお教えしますね。家庭の定番料理、焼きうどんでございます。焼きうどんといえば皆さん想像するお醤油味のね、和風の焼きうどんでございますよ。お家の定番メニューですからね。お昼ご飯とか普通に夜ご飯で食べてもらってもいいんですけど、お酒飲む人が締めに食べると割としっかり味で美味しいかも。こってりとした旨味がしっかりとまとわりついててうまい。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルはですね、家庭の定番料理焼きうどんでございます。焼きうどんといえば皆さん想像するお醤油味のね、和風の焼きうどんでございますよ。これをパパッと、簡単な作り方をお教えしますね。美味しいですよ。やってみましょう。まず材料です。今日は具材にキャベツ、玉ねぎ、ピーマン、豚肉、塩コショウを下味して、この4つの食材で具材にしていきますね。でうどんはゆでうどんスーパーに売ってますよね。袋に入ってるパックのやつ、あれを使って焼きうどん作っていきます。で調味料がお水、お酒、鶏ガラスープペーストのやつですね。それからお醤油と削りがつお、これを使って焼きうどん作っていきます。で焼きうどんって和風なんですけど、通常であれば顆粒のかつおだしとかでやっていくのが多いと思うんですけど、僕はガラスープのペーストを使ってやった方がやっぱちょっとこってりしてですね美味しいと思うんですよね。だから僕作る時はガラスープペーストを使います。はい、じゃあまず材料切っていきましょうかね。はい、まずピーマンです。種を出して横にして5ミリ幅ぐらいですね。こうトン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 と落としていきますね。これそしたらボウルに入れて置いときますね。で玉ねぎも繊維に沿ってこの、根の部分ですね、少し落としてもらって繊維に沿って、ピーマンと同じぐらいの幅に落としていきますね。はい、このように切っていきますよ。これも合わせて置いときますと。でキャベツ切りますね。キャベツは、食べやすいサイズ、焼き上がった後のサイズをちょっと意識してもらいつつですね、だいたい5センチ角ぐらいでいいと思いますね。ちょっとここ小さいかな、まあいいか。でまたここ縦にザクッと。でこの軸の部分、軸っていうか茎の部分はこれ火通り悪いのでちょっと千切りしておきましょうね。これ千切りじゃないね、スライスしておきましょうね。こうやってねトントンと切って置いときますと。そしたら豚肉切りますよ。豚肉はこうやってねこうやって折り重んでパックの中で並んでるちょっと厚めの薄切りがあるんですよ。それがいいと思いますね。油もしっかりあるし。今日はなんでそんな元気いっぱいなんですか？工事やってるからです。5センチ幅ぐらいですね。切って下味付けておきますね。でねこうやって広げてこう並べておいて、ここに塩コショウしていきますよ。塩コショウ、やっぱお肉のね下味とお肉噛んだ時にちゃんとなんだろうな、例えば焼きそばでも焼きうどんでもそうなんですけど、麺と一緒に食べた時にお肉の塩分がないとちょっと浮いた感じになっちゃうんですよね。だから下味はね割としっかり塩分入れてあげて置いといて焼き付けた方がいいですね。でうどんはパックの入ってる状態だとこうやって固まってますよね。わかりますか？みちっとしてる。でこのままこの中入れるとこの鍋の中の水分が必要になるんですよ。そうすると味付けをする時にちょっとコントロールしにくいので、先にこうやってざるの中に入れてお水、流水でいいです。流水でさっと洗うと、ほぐれるわけですよ。こうやってね、こうやってパラパラっとほぐれてくるんで、完全にほぐしたら、水気を切ってこの状態で置いときますね。あんまりねここに付着しているお水が鍋の中に入らない方がいいと思うので、この状態でざるに置いときますね。続いて調味料ですね。練りのガラスペースト入れて、でここにお酒とお水、まずこれだけ合わせておきますね。で練りのガラペーストはこうやって熱がないと溶けないので、この状態で浮いた状態でいいです。炒め合わせたところに入れて一気に溶かして一気に全体に味を入れていくっていうイメージですね。はい、一緒にしておいた方が多分固形感が出にくいかな。一気に混ざりやすい。その水分がすぐ蒸発するじゃないですか、一緒にしとけば。その水分が蒸発していくそばから溶け始めるんで、広がりやすいですね、スピード的にもね。
ではフライパンに火をつけてここから炒め始めますよ。サラダ油ですね。サラダ油引いておきますと。はい、油温まったらお肉入れていきますね。豚肉を入れてちょっとこう広げつつね。ちょっと焼き目をつけつつで片面を焼き付けたらちょっとお肉焼きすぎちゃうとどんどん油抜けちゃうのでここでキャベツですね。ここでキャベツ入れます。裏返したらすぐキャベツ。キャベツ。お肉にもう火入ってればお肉上上げちゃってあんまり焼きすぎないようにちょっと気をつけましょうね。でキャベツが油とフライパンの鍋肌に触れてる状態を作ってあげます。はい、キャベツしんなりしたらここに玉ねぎとピーマン入れてもう少しじっくり炒めていきますね。でピーマンと玉ねぎに油が回ったらここでさっき洗ったうどんですね。うどん入れますよ。やっともうほぐれてる状態なんでうどんの表面にちゃんと味が入って熱々の状態になることですね。あとはねでちょっと鍋振って野菜とうどんをしっかり合わせる。でうどんの温まった目安っていうのはやっぱまだこれ縮れてるというかこう固めにまだ形状が維持されてる状態なんですよね。これがもう少しねタラーンとダラーンとしてくるのでそれが温まった証拠ですね。はい、麺がさっき言ったように温まったんですね。これほらピンとしてるでしょ。さっきまだちょっと形状が維持されててこうちょっと縮れてる感じだったのが緩くなるからこう真下に落ちるんですね。多分温まった証拠なんで麺真ん中に集めてさっき混ぜたお酒とお水と練りのガラスープですね入れますと。練りのガラスープ入ってるんでここで一気に溶かします。全体にまぶす。溶けたらここでお醤油味つけていきます。お醤油入れてちょっとさっと混ぜてお醤油色が全体に回ったらここで削り節をザザザッと入れてさらに最後混ぜてこんな煽んなくてもねお箸でこういうふうにガーガーってやればいいですからね。たら OK ですね。全体お醤油入れた後に均一に色がうっすらお醤油色になってるっていうかね。では盛り付けですね。美味しそう。焼きうどんってねたまにガツって食べたくなりません？なります。なりますよね。そうなんや。あと深夜とか。あ、深夜もうそれは居酒屋ですねもうね。そう。でもそんな感じですよね。居酒屋メニューですよね。はい完成です。出来たての焼きうどんをいただきたいと思います。キャベツ、麺、肉、玉ねぎ、ピーマンとこれを一気にねいきますよ。いただきます。うまい。うまい。なんか麺にしっかりやっぱりガラペースト使ってるんでこってりとした旨味がしっかりとまとわりついててうまい。締めに食べたいかな。いやもちろんお家の定番メニューですからね。お昼ご飯とか普通に夜ご飯で食べてもらってもいいんですけどお酒飲む人が締めに食べると割としっかり味で美味しいかも。なんかちょっとそういえばここに会社引っ越してからよく行ってた居酒屋があるんですけどそこで毎日のように焼きうどん食べてるのを今思い出しました。締めにそういう味の記憶って素晴らしいですね。さよなら。さよなら。ごちそうさまでした。